もし違法な闇金業者に追われる知人があなたにその責任を押し付けようとしたら、2009年11月7日、シンガポールジャランベサールペタリン通りに立つアパートの一室で一人の女性が携帯メールを打っていました。明日はセントーサ島で彼氏とデートしてくれね。上機嫌な様子で母親へのメールを送信したその女性は、半年前に中国からやってきたハン・ヤンフェイ、芸大を卒業した彼女はチャイナタウンのカラオケラウンジの専属歌手となるシンガポールに滞在していたんです。明日デートに出かける彼氏というのは店の常連客で、ヤンフェイに貢いでいたファン・ヨンスン。そしてこの彼氏とセントーサ島に行くというメールの後、ヤンフェイは一切音信不通になってしまったんです。彼女は恋人のファンに連れ出されたその後、恋人とデートに出かけたはずが、その後一切の消息を絶ってしまった女性。追い詰められた男に連れ出された彼女の運命とは。自分の才能を信じ異国へ渡った女性は、どこかで過酷な労働を強いられているのかもしれません。大里健ちゃんです。いやー、みやみかです。というやみこさんね、僕久しぶりにね、この間、大学の時のドイツ語のクラスのメンバーと会ったんですよ。そこ繋がってんの今で。本当にもう卒業ぶりっすね。ドイツ語の集まりだったんで、ずっとみんなドイツ語で話してたんですよ。絶対嘘。まあ嘘なんですけど、こういうの意外に大事だなと思って、なんか僕もさ、人生のフェーズとか時間が経つとさ、大体似たような人と集まっちゃうじゃん。たまに、これ絶対自分行かねえだろうなっていうやつは、行こうみたいなことが結構あって、そのうちの一つが今に繋がってんだよね。誘われても行かねえだろうなって人の結婚式に参加した、その二次会で C 社に出会ったんです、僕。C 社にね。そうそうそう。絶対行かねえなってやつらだからさ、俺が普段行かねえようなとこ無理やり誘われて行って、C 社かなんかあんまなんかアングラで行きたくねえなと思ったら、意外に楽しい社ってなったわけですよ。ね。はい。なので、皆さんも、なんかこの友達誘われたけどな、みたいなやつ、全部じゃなくていいから、たまに行ってみると、意外な気づきがあるっていうね、そんなお話でした。いい話やな。今回はシンガポールで起きた非常に気味の悪い未解決事件をご紹介します。一人の女性の失踪と一人の男性の死が密接に絡み合う、そんな事件なんです。未解決事件ってことはさ、なんでその女性いなくなったのかっていうのと、なんで男性が亡くなったのかってどっちも分かってないってこと、その通りなんです。諸々の状況から考えて、女性は拉致され、今も過酷な日々を強いられている可能性があるとされてるんです。事件はとある海岸で男性の遺体が発見されたことから明るみに出されるんです。発見されたその遺体と女性の失踪事件に何の関係があるんでしょうか。2つの事件。2009年11月9日、シンガポールイーストコーストパーク、レジャー施設で賑わうそのビーチで一人の男性の遺体が発見されました。歴史か、それにしても妙だな。海岸沿いに浮かんでいたその遺体に目立った外傷はなく、男性は事故で亡くなったか、自ら命を絶ったか、いずれかのように見えました。しかし、彼の死に事件性がないとするには、どうしても腑に落ちないことが。それは男性がパンツしか身につけていなかったこと。自ら身投げをしたと考えると、ほぼ全裸の状態で亡くなっているのは、いささか不思議に思えたんです。亡くなっていたのは中国人男性のファン・ヨンスン。ここシンガポールで繊維の卸売業を営んでいました。警察はこの一件を不審死事件として扱い、ファンの死因解明と事件性の有無について捜査を開始。パンツしか履いてないなんて、わざわざそんな格好で自分から忍んだなんて考えられないわよね。誰かにね、その格好にさせられたとしか考えられないですよね。そして事件に巻き込まれたのはこの男性だけではありませんでした。時は遡り、2009年11月7日の夜、中国遼寧省に住む女性チャン・シャンユンは一通のメールを受け取りました。明日はセントーサ島で彼氏とデートしてくれね。メールを送ってきたのはチャンの娘で、シンガポールで一人暮らしをしているハン・ヤンフェイ。芸大の卒業生だった彼女は現地のカラオケラウンジで歌手として働いていました。歌手としての契約期間は半年。ヤンフェイは今月末にその契約期間を終え、中国へ帰国する予定でした。早くママの作る角煮が食べたいな。そんな他愛のないメールを送り合いながら、親子はまた一緒に暮らせるその日を心待ちにしていたんです。しかしシンガポール南端のセントーサ島に行くとメールしてきたその日以来、ヤンフェイからの連絡は途絶えてしまいました。1週間経っても音沙汰がないことを不安に思った母チャンは、現地に住む親戚に勤務先のカラオケラウンジまで様子を見に行ってもらうことに。
こうしてヤンフェイが勤務するカラオケラウンジを訪れた彼女のおば。すると店主は確かにこう言ったんです。ヤンフェイならもう1週間くらい店に来てないよ。連絡もつかなくて警察に捜索願いを出したところだったんだ。ヤンフェイは母親との連絡が途絶えたあの日から店にも出勤していませんでした。同時に店主はある新聞記事を取り出し、それをヤンフェイのおばに見せました。これつい最近死んだファンって男の記事なんだが、店の常連でヤンフェイと付き合ってたんだ。何か関係あるかもしれないな。これはさ、彼氏が何者かに殺されて、その彼女、ヤンフェイがその殺した奴に連れ去られたってそういうこと？そう考えるのが自然ですよね。ただ気になるのは、なぜこのカップルが狙われたのかってことなんです。それを知るにはまず、ヤンフェイとファンがどんなカップルだったのかを知る必要があるんです。救いの手。事件から半年前の2009年5月22日、その日ヤンフェイは初めてシンガポールへやってきました。ここでたくさんお金稼いでパパやママを助けるのよ。そんな決意を胸に専属契約することになった店へ向かっていたヤンフェイ。彼女がそこで歌手として働くことに決めたのは、故郷の家族の生活が苦境に置かれていたためでした。ヤンフェイの父は建設業を営んでいたのですが、この前年アジア金融危機の煽りを受け経営破綻。一家は巨額の借金を背負いました。その時ヤンフェイが友人伝いに耳にしたのが、シンガポールに高額報酬の歌手の仕事があるという話。月2万元、当時のレートで28万円ほどの給料を約束され、彼女はその仕事を受けることに決めたんです。同時に歌手としての活動に従事できることはヤンフェイの夢でもありました。彼女に歌の才能を見出し、幼少期から高い授業料を払って音楽教師をつけてくれた両親。一方で芸大を出ても歌手として食べていくことは容易ではなく、ヤンフェイは悶々とした日々を送っていたんです。実家の家計も助けられる上に歌手っていう夢も叶うんなら願ってもない話じゃないこんなの。ヤンフェイもそう期待してね、シンガポールに来たんですが、現実はそう甘くはないんです。これから始まる歌手としての日々に期待を膨らませながら、チャイナタウンのテレックアイア通り113番地までやってきたヤンフェイ。そして約束していたカラオケラウンジを前にした彼女は思わず眉間にシワを寄せました。本当にここなの？ヤンフェイが疑ったのも無理はありません。人通りのない路地でそうという古ぼけた看板を掲げるその店は見るからにくたびれていました。さらに玄関をくぐると待っていたのは、タバコ臭くビールのケースが乱雑に置かれた高級感のかけらもない店内。その店構えから高額報酬の歌手の仕事など想像もできなかったんです。ここでようやくヤンフェイは気がつきました。私騙されたんだわ。そこからの日々は彼女にとって地獄そのもの。毎日 7,8 時間のステージをこなし、合間の時間ではウェイトレスやラウンジ嬢の役割をさせられることも。日々深夜までの激務をこなしても支払われる給料は月6,000元ほど。日本円換算で8万円ほどの額にしかならず、実家への仕送りどころか自分の生活費すら怪しいくらいでした。当然ヤンフェイは約束が違うと帰国を申し出たことも。すると店主は途中で辞めるなら違約金を払えと激高。莫大なその額がヤンフェイに払えるはずもなく、彼女は渋々仕事を続けるんです。そんな苦しい日々の中で出会ったのが、その店の常連客ファン・ヨンスンでした。君には才能がある。僕は君の歌が気に入ったんだ。以来ファンは店に通い詰め、必死に働くヤンフェイを応援しました。ファンは仕事終わりのヤンフェイを家まで送り、彼女が酔った客に絡まれた際には進んで仲裁に入ることも。ヤンフェイはファンのその紳士的な振る舞いに惹かれ、次第に二人は恋仲に発展していくんです。ヤンフェイより9歳年上のファンには経済的余裕もあり、ヤンフェイの生活苦を知った彼はシンガポールでの生活費も惜しみなく支援。誠実で頼りがいのあるファンは一見すると恋人として理想的な相手。ただ彼には一つ見過ごすことのできない秘密が。実はファンには妻と子供がいました。いい男捕まえたなって見てたのに不倫だったの？台無しじゃない何もかもが。実情を知らないヤンフェイは苦しい中で助けてくれた彼のことを信じきっていたんです。そしてその矢先に事件が起こってしまうんです。ヤンフェイは故郷の母親にもファンのことを話しており、二人の関係は至って順調に思えていました。しかし2009年11月8日、セントーサ島へデートへ行くと言ったきり、ヤンフェイは失踪。さらに恋人のファンが遺体で発見され、ヤンフェイの両親は気が気ではありませんでした。ヤンフェイの父はこの一件で不調をきたし入院。一方で母親のチャンはいても立ってもいられず、現地で捜索活動をすることに。彼女は親戚を回って借金をしてまでシンガポールへ渡航。来る日も来る日も街中でヤンフェイの写真を掲げ、数千枚のチラシを配りました。警察もセントーサ島をはじめ、ヤンフェイが向かったと思われる場所の防犯カメラや渡航記録などをくまなく調査。しかし結局何も手がかりは得られず、数ヶ月の捜索活動の末、母親チャンは中国へ帰っていったんです。やりきれない話ね、本当に。ヤンフェイはどこ行っちゃったの？最初にも話した通り、ヤンフェイは今もどこかで望まない生活を強いられている可能性もあるんです。事件前後に恋人のファンの周囲で起こっていたことが、それを示唆しているんです。剥がされたメッキ。
2009年11月8日、ヤンフェイとセントーサ島へ行く約束をしていたファンは、妻には仕事の出張に行くと告げて家を出ました。一方でその日の夜、ファンは一度家に戻ってきていると言います。夜の11時頃、家に戻ってきたかと思えば、ひどく慌てた様子でまた飛び出していったファン。不安を覚えた妻は翌朝、彼に電話をかけました。すると、その電話は繋がったのですが、波の音がしばらく聞こえた後、何も答えずに途切れてしまった通話。わずか数秒のその電話が物語ることとは。11月8日、夜のイーストコーストパークの海岸へ一組のカップルがやってきた。長身に細身で黒髪を長く伸ばした女性と彼女よりさらに一回り体格の大きい男性。そう、朝からデートを楽しんでいたヤンフェイとファンの2人だった。すっかり人気がなくなったその海岸を散歩の場所に選んだことは恋人ファンによるロマンチックな演出に思えていた。しかし彼の内心は違った。ヤンフェイには本当に申し訳ないが、俺には家庭がある。もうこうするしか。そんな思惑には気がつきもせず、ヤンフェイはファンに問いかける。どこまで行くの？じきにわかるよ。そう言葉を交わし、しばらくすると、ヤンフェイは進行方向の海岸に一隻のボートと数人の男が佇んでいることに気がついた。こんな夜遅くに何？怖いわ。男たちの不気味な雰囲気に少しの不安を覚えたヤンフェイ。しかし、隣を歩くファンが何かを答えることはない。やがて男たちが目前まで迫ると、そのうちの一人が言った。冗談じゃねえか。こいつはたんまり稼げそうだ。ヤンフェイは男の言葉に理解が追いつかずにいた。一方でファンは彼女の手を引くと、無表情のまま男たちに差し出した。これはもしかして人身売買？そうなんですよ。これ2009年頃のシンガポールでは人身売買が横行していてですね、ヤンフェイもその被害に遭ったんじゃないかと言われてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、シンガポールにおける人身売買について。2009年当時、アメリカ国務省はシンガポールが人身売買の巣窟になっていることを指摘。騙されて連れてこられた外国人女性の多くが売春を強要されている事実を浮き彫りにしました。一例では人里離れた森林地帯に森の売春宿と呼ばれる野外キャンプが存在するとされ、拉致された女性は一夜に20人との売春を命じられるとも。異国の森の中では地理が分からず逃げ出すことも困難なその環境で、女性たちは従うほかなくなってしまうといいます。シンガポールで人身売買が横行していた理由は、被害者の保護や犯罪組織の摘発について政府の対策が一切なされていなかったため、2009年シンガポールでは売春の取り締まりで7600人の外国人が検挙されています。そのうち人身売買の被害者として保護されたのはわずか1人。その他の女性は不法就労扱いで強制送還されており、人身売買の被害者とすら認識されていなかったんです。もしファンがヤンフェイを人身売買に出したとすれば、その動機は何だったのか。実はファンの死後、彼が置かれていた状況を物語る出来事が周囲で起こっていたといいます。ファンの遺体が発見された後、彼の以前の職場に闇金業者の人間が訪れ、借金の取り立てをしようとしたといいます。ヤンフェイを気に入ったファンは毎日店に通い詰め、恋人となった暁には彼女の生活費まで支援していました。彼は経済的に余裕があるように振る舞っていましたが、ヤンフェイに貢ぐ生活を続けるうち、借金まみれになっていた可能性があるんです。取り返しのつかない状況まで追い込まれたファンは、妻に不倫の事実を知られたくないのも相まり、ヤンフェイを人身売買の組織に売り渡すことに。その際、組織と何らかのトラブルがあり、ファンは海へ落とされ亡くなってしまった。そう考えると、ヤンフェイがファンとデートへ行ったきり行方不明になったことにも、ファンが下着姿の遺体で発見されたことにも説明がつくんです。いやー、ちょっとこれ辻褄が合いすぎちゃってゾッとしちゃったわよ。じゃあどこかでヤンフェイは売春を強いられ続けてるってこと？これは。その可能性はね、大いにあるんです。歌手の夢が叶うと思ってシンガポールに来たら、約束と違う仕事をさせられ、挙句人身売買の被害に遭ってしまう。本当にね、これだけ聞いたら本当救いようがないですよね、これ。母親のチャンは、娘が失踪して以来、毎日のように彼女の夢を見るように。その夢は、青いガラス張りのビルの6階に閉じ込められたヤンフェイが必死に窓を叩き、助けてと叫び続けるもの。何度となく繰り返されるその夢は、何者かに囚われている彼女の生き量かのよう。母親のチャンは、ヤンフェイが人身売買に出された説を有力視しており、今も情報提供を呼びかけているんです。失踪から15年以上が経った現在も、中国、シンガポール当局はいずれも何らかの情報提供があれば、随時捜査を再開する方針を掲げています。いつの日かヤンフェイが救い出され、中国の家族の元へ帰れる日が来ることを願ってやみません。もしあなたが人身売買の被害に遭い、終わりの見えない強制労働を強いられるとしたら、どのようにして心を保ちますか？
海に引きずり込まれ容赦なく殴る蹴るの暴行を受ける少女。この事件の原因が犯人の思い込みだとしたら、あなたは加害者を許せますか？ 2019年6月25日、ブラジルペルナンブコ州パウリスタ市、一人の中年男性がとあるレストランで昼食をとっていました。男性の職場からほど近いこのレストランはいつも適度に賑わいつつも落ち着いた雰囲気で、彼にとっては行きつけの店の一つ。しかしその日、店内には不穏なざわめきが漂っていたんです。男性が辺りを見回してみると、周囲の客たちは皆自分のスマートフォンやタブレットを見ながら顔をしかめていました。なんていうことだ。ねえこれやばいんじゃないの？話題の中身が気になり、隣の客のタブレットをさりげなく覗いてみた男性。彼はそこに映し出されていた映像を見て声にならない悲鳴を上げました。タブレットに映っていたのは、自分の14歳の娘が暴行を受け、そのまま殺害されるシーンだったんです。海辺でひどい暴行を受け、その姿を動画で拡散された14歳の少女。あどけなさの残る少女がここまでの仕打ちを受けるきっかけとは？事件の背後にあったのは加害者たちの歪んだ愛情と思い込みだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。